指示文と要約してほしい文章を区切り文字を使用して明確に分けた方が良いと。一度に全ての指示を出すんじゃなくて、ステップごとに指示を与えるという方法が推奨されています。はい、皆さんこんにちは。AI ネットです。本日は海外の一流研究者が教えるプロンプトエンジニアリングについて解説していきます。皆さんプロンプトエンジニアリングって聞いたことあるでしょうか？プロンプトエンジニアリングっていうのは簡単に言うと、チャット GPT にどのような入力を行えば望む回答が得られるかということで、プロンプトを設計する技術になっています。で、海外ではこのプロンプトエンジニアを年収4000万超えで募集しているという記事が先日出ていました。で、そんな美味しい話ないでしょと思いつつ、ちょっと求人の方ですね、見に行ってみたんですけども、こちらのアンソロピックという会社では本当に4000万付近で募集がされていました。で、ただ調べてみると、この会社はもともとオープン AI で働いてた人が立てたスタートアップのようで、プロンプトの技術だけじゃなくて、ちゃんと自然言語処理に関する高いレベルの理解が要求されてたので、さすがに世の中そんなに甘くないなという感じでした。とはいえ、今後プロンプトを設計する技術の需要は上がっていくという可能性は十分あるかと思います。そんな需要が高まっているプロンプトエンジニアリングなんですけども、先日スタンフォード大学で教授をやられているアンドリュー先生という AI の分野では非常に有名な研究者の方と、オープン AI のフルフォード氏が無料でこのプロンプトエンジニアリングについて教えてくれるコースが開講されていました。で、コース自体は登録すれば無料で受けられる1時間半の講義になってまして、こういった形でですね、実際に手を動かしながらプロンプトエンジニアリングのコツを学ぶことができます。で、ただ全て英語なので、なかなか敷居が高いですと。で、そこで今回はこちらの講義で教えられてた内容について、私なりに重要だなというふうに思う点に絞って話していきたいと思います。プロンプトエンジニアリングについて勉強した人や、海外の一流研究者がどのようなことを教えているのかなっていうのを知りたい人はぜひ見ていってもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。で、最初に講義の内容なんですけども、講義では Python を使ってチャット GPT を使う際の最も良い方法ということで、ベストプラクティスが、紹介されていました。で、こうやって聞くと、プログラムやってないから自分は関係ないなというふうに思う人もいるかもしれないんですけども、正直そこまで難しいプログラムの話はしてなかったので、普通に Web 版でチャット GPT を使う際にも参考になる部分も多いかと思います。また、これからプログラムを始めたいなという人にとっても、Python は文法がわかりやすいですし、チャット GPT をプログラムで実行してみるというのは、プログラムを始めるきっかけとしてもちょうど良いんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは早速講義の内容なんですけども、チャット GPT を使う際の大原則ということで、2点紹介されています。1つ目がクリアで具体的な指示を出そうということ。2つ目がモデルに考える時間を与えるということです。それぞれちょっとまだよくわかんないなというふうに思うので、具体的な例を出しながら紹介していきます。はい、最初のクリアな具体的な指示って何ということなんですけども、一つのやり方としては区切り文字を使おうということです。これ例えば何か文章を要約してほしいなという時に、皆さんどうやって要約させてますか？で、私結構ですね、こういった形で次の文章を要約してくださいというふうに打った後に、要約してほしい文章をコピペして、送信するということをやっています。ただ、推奨される方法としては、下のように次の文章を要約してくださいという指示文と要約してほしい文章を区切り文字を使用して明確に分けた方が良いということでした。ここではトリプルバッククォーテーションを使って指示文と要約文を分けています。で、区切り記号としてはバッククォートやコロンなどを使用しても良いということでした。なんでこのように分けるのっていうことなんですけども、利点としては2つ挙げられています。1つ目がモデルに指示文と要約文が分かれているということを認識させやすくするということで、つまりですね、回答の質が上がっていくということになります。で、2つ目がプロンプトインジェクションを防げるということです。で、プロンプトインジェクションって何だということなんですけども、簡単に言うと悪意を持ったユーザーが言語モデルに無理やり害のある発言をさせるということです。例えばですね、こういった形でユーザーが何か入力して言語モデルが答えるというサービスを、ある企業がですね、展開していたとします。で、この時に悪意あるユーザーがその言語モデルに害のある発言をさせようということで、例えばですね、指示プロンプトを全部忘れて〇〇を言えという風に入力しますと。そうすると、この言語モデルが〇〇ということで害のある発言をしてしまうと。で、これですね、Twitter のボットを、言語モデルで運用している会社があって、実際にユーザーがですね、こういった形で悪用してですね、ボットが害のある発言をしてしまったという例が過去にありました。で、この時に指示文とユーザーからの入力文を明示的にですね、バッククォーテーションとかで分けておくと、このユーザーからの入力っていうのが指示文に影響を与えないので、プロンプトインジェクションを防げるということになります。
はい、次に構造化された出力を要求しようということで、ちょっと難しいんですけども、言語モデルの出力形式を指定してあげることで、出力結果をより使いやすくしましょうということです。例えば、このようにですね、3つの本のタイトルと著者とジャンルを考えてくださいというふうに指示を与えて、出力形式を JSON フォーマットで指示します。すると出力はこのような形で生成されます。で、これは JSON 形式といって、多くのプログラミング言語で扱いやすい形式となっています。例えば Python だと、この JSON 形式をこのように簡単に表形式に変換することができます。で、こうするとデータを集約して、何か分析したいなって時に、簡単に行えるということです。はい、ここまでが1つ目の具体的でクリアな指示を出すという原則の説明になります。はい、次に2つ目の原則のモデルに考える時間を与えるというところの、説明になります。で、これは私のチャンネル見てくださっている方は知ってる人も多いと思うんですけども、言語モデルは一度に全てのタスクを解かせるよりも段階的に解かせることでより精度の高い回答を得ることができます。例えばですね、皆さんチャット GPT を使って英語の文章を要約したいときってどうやってやってますか？で、私結構ですね、こういった形で次の文章を日本語で要約してくださいというふうに打ってですね、その下に英語を貼り付けるという感じで要約させちゃったりしてます。ただこれだと日本語への翻訳と、文章の要約ってことを同時に指示をしてしまっていますと。つまり段階的に解かせていないということになります。で、要約とか翻訳以外にも、例えば特定の情報を抽出したいとか、そういった時もあるかと思います。で、こういう時も一度に全ての指示を出すんじゃなくて、ステップごとに指示を与えるという方法が推奨されています。例えば、赤枠の英語を要約して、日本語に翻訳してから人物の名前を抽出したいといった時は、この上のようにですね、最初にまずステップ1で要約してくださいと。で、続いて翻訳してくださいという風にして、一個一個分けて指示を与えるというやり方が推奨されています。で、正直毎回これを書いていくのって、結構めんどくさいなというふうに思うんですけども、ここら辺はプロンプトのテンプレートを用意しておいて使うようにするという必要性が高そうだなと思います。で、続いてモデルに一度自分で答えを考えさせるということが挙げられていました。で、モデルに一度考えさせるって何っていう感じですよね。で、これ例えば何かの問題に対して、誰かの回答があったとします。で、この回答を評価したいなって時に、どうやって言語モデルに評価させるかってことなんですけども、やってしまいがちな例としては、この回答が合ってるか間違ってるかっていうのを教えてくださいという風にして、モデルに聞いてしまうというケースかなと思います。実際私も、このようにやってしまうなという風に思います。ただ、推奨される方法としては、一度モデルに問題を与えて回答を生成させますと。で、その生成させた回答と評価したい回答を比較した上で、その回答が合ってるか間違ってるかを評価してくださいという風に指示をする方が正しく評価できるということでした。で、これもなるほどなというふうに思ったんですけども、結局やってることとしては、段階的に解かせるということになるかなと思います。で、入力文に段階的に解いてくださいというふうに打てば、正しく回答を生成することもあるんですけれども、段階的に解くってあまり具体的じゃないので、より明確に指示を出してあげる方が回答の質が良くなるんじゃないかと思います。はい、プロンプトに関する大まかなガイダンスに関しては以上となります。講義の中では他にも、いろんなユースケースについて紹介があったんですけども、全てをカバーすると動画が長くなりすぎてしまうので、反響があればですね、またユースケースの方までまとめてみたいと思います。で、自分で受けてみたいなって人は、本当に素晴らしい講義だと思いますので、概要欄のリンクからですね、飛んでいただければと思います。で、最後に所感なんですけども、よくプロンプトエンジニアリングってモデルの性能が良くなったら今後必要なくなるんじゃないかという風に言われてるかと思います。で、個人的には今回の後半で紹介した段階的にモデルに考えさせるということに関しては、モデルの性能が上がっていけばある程度解決できるんじゃないかと思います。で、これは GPT3.5 から 4.0 になった時に段階的に解かせるということをしなくても望む回答を得られやすくなったなというふうに感じるからです。で、ただ最初の具体的でクリアな指示を出すということに関しては、そのいろんな解釈ができるような入力をしてしまうことに、問題があると思いますので、今後もですね、どういった形で入力文を与えればよいかという議論は必要になってくるんじゃないかと思います。で、また、サービスに組み込むときに、どのようなプロンプトテンプレートを使うかとか、そういったことを考えることは結構あるかなと思いますので、個人的には今後もプロンプトエンジニアリングっていうのは必要なんじゃないかなと思います。皆さんもプロンプトエンジニアリングについて思うこととかあれば、ぜひコメントの方で教えていただければと思います。以上で海外の研究者が教えるプロンプトエンジニアリングについての解説を終わりたいと思います。この動画が良かったなっていうふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
で、プロンプトエンジニアリング、ベストプラクティスが、ベストプラクティスがより高い精度を、より精度の高い、プロンプトエンジニアリングについての、プロンプトエンジニアリング